やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KB イヤーのケーブル、イニュー KB イヤー ST16 プラス。このケーブルの特徴は、16芯であること。無酸素動が多い16芯ケーブルの中で、珍しく、よりはっきりとした音が出せる、単結晶銅を採用していること。さらに、そこにより高音域をくっきりと表現できる、銀メッキを施していることだ。今まで使っている16芯ケーブルの中でも、はっきりとした音が期待できるな。プラグなど白青で統一されていて、イヤホンとも合わせやすいが、本体はツートンカラー仕様になっていて、地味なだけにもならない、ちょうどいいバランス感覚の16芯ケーブルだ。ちなみに、今回はプラスの紹介。無印の ST16 もラインナップされていて、そちらも後日レビューの予定だ。プラスとノーマルの ST16 の違いは、長さ、単結晶銅銀メッキの16芯なだけでもちょうど良くてありがたいケーブルなんだけど、プラスは一般的な 1.2mm 超のケーブルではなく、2メートルの長さが設定されてる。2メートルあると何が変わるんだって？デスクトップ上にアンプを置いて聞いたりしている場合に、ちょうど良い取り回しの良さになるんだよ。今回は、KB イヤーオーロラ9バージョンと合わせて使ってみたけど、音質的にもオーソドックスかつ、はっきりと高音域が出る、気持ちの良いバランスに、2メートルの圧倒的取り回しの良さが光る。ポータブル前提のイヤホンでは、ほとんどのケーブルが 1.2 メートルなんだけど、この長さのケーブルを1台持っておくと、有線の音質と低遅延性が欲しい時に、取り回しの制限が大幅に取り除かれるから、おすすめだ。さっきも言った通り、低価格化が進んで、最近では少し古い流れになった、16芯ケーブルなんだけど、KB イヤー ST16 シリーズは、16芯ではあまり見かけない単結晶銅仕様なので、それらよりも一回り上位に位置するケーブルになる。実際、16芯は音の柔らかさを保ったまま、中音域以下の厚みを増すことができるタイプのケーブルが多かったんだけど、ST16 は、高音域側もはっきり出てくる、音表現の空間が縮まない、などなど、しっかりと高音域側の分離感を保ったまま使用できる。また、NIM のケーブルが取り回しが悪かったり、タッチノイズが大きかったりすると、せっかくの利便性が台無しなんだけど、体の上に這わすように使っても、タッチノイズは発生しないし、16芯ケーブルならではの、柔らかい取り回しもしっかり保ってる。16芯は、表面が細く、完全に衣服に接触しないので、タッチノイズが小さめなのも魅力だな。というわけで、長さも欲しかった2メートルまで延長されているし、タッチノイズなどがほぼ発生しない、作業しながら、なんて用途に最適の1台、というわけだ。細かいところを見ていくと、スライダーは金属製。ケーブルと穴のサイズ感もちょうどよく、滑り落ちたり、引っかかったりしない。分岐やプラグ部分は軽量なアルミ系のカバーで作られていて、必要以上に重量があったりもしないな。イヤホンや音楽プレイヤーとの互換性で重要な、プラグの選択肢は、いつもの 2.5mm、3.5mm、4.4mm が揃ってる。イヤホン側の端子は、2ピンと MMCX のみの設定だな。また、商品ページでは、一般的な CIEM 埋め込み型2ピンに対応できそうな、形状の2ピン端子になってるんだけど、実際に届いたものは、そこまで深さがなかったので、CIEM2 ピン対応機種に使うのは無理だ。ちょっと凹んでるくらいまでは使える仕様になってたぞ。というわけで、長めで、タッチノイズが起きなくて、取り回しやすいケーブルを探している人には最適なケーブルだ。2ピン端子が CIEM 型でないのが残念だけど、それでも、多くのイヤホンを卓上利用に最適化してくれると思うぞ。といったところで今回はここまで、2メートルのケーブルもっと増えろ、